こんにちは、ゆかです。今日はお金で幸せが買えるのかということについて話させてください。まずね、結論から言うとね、すべての幸せをお金で買うことはできないと。ただし、お金で買える幸せがかなりあるのも間違いない。だから、もしもそのお金があって、お金で買えそうな幸せがあったのだとしたら、私はこれを見てくれてる人には、お金を手放して、そのトレードとして幸せを手に入れるってことをね、迷わずしてほしいって勧めたいです。はい。でね、私がね、これをね、考えるに至ったきっかけっていうのも、まあまああって、そこのところの話はね、ちょっと遡るんですけれど、私結婚して10年ぐらいかな。これで10年目になるんですけど、それまでね、今でもだけど、すごく掃除は得意ではないし、得意以前に好きじゃないんですよね。汚れてるとこにいるのは嫌だ、汚いとこにいるのは嫌だし、乱雑なスペースも好きじゃない、物が多すぎるスペースも好きじゃないけれど、自分で片付けたくないんですよね。で、結婚する前、だから10年以上前から、私、日本にいた時から、お金を払って、まあ、お手伝いさんっていうのかな、お掃除をね、業者だったりだとか、その家政婦を派遣してくれる業者とかに頼んで、定期的にお掃除をお願いしてました。で、それね、やっぱ文化的なこともあるのかな。日本にいた時にはあまりよく思われてなかったですね、正直。まず、家族から良くないふうに思われてた。うん。私の、例えば、2歳年下の妹って、お掃除が好きで、お掃除が得意なんだと思う。だから、彼女は、まあ、今、一軒家に住んでるけれど、全部自分でやるんですよね。で、それを、なんか苦にしてるようには見えない。でも、私は自分でやらないで、自分では日々必要最低限の、片付けとかやるけど、大きなお掃除っていうものは、業者さんとか、お手伝いさんに来てもらってやってて、それを妹は、ゆかちゃんしょうがないよねみたいな感じで言われたこともあると。うん。みんな得て不得手があるからしょうがないよねみたいな感じで言われてたと。で、母親からは、すごく、非難されてました。自分でやるのが一番いいと。で、お金を払って人にやってもらうっていうのは、自分でやればできるものなのに、無駄にお金をかけていると。お金を大切にしていないというふうに言われてたし、なんなら私には掃除をする能力がないっていうふうにも言われてたんですよね。だから仕方ないといえば仕方ないかもしれないけれども、それでも自分で努力する姿、そういうやる気がないと。で、何でもお金で解決するなんてっていうふうに責められてました。で、そのお手伝いさんに、業者さんに掃除をね、お願いしてるっていうのを言うと、それを聞いたお友達とかも、そうやってお金払って解決できたらいいよね。でも自分はちょっと頼みにくいなって言うんですよね。やっぱ自分でやるのがいいと思うっていうの人と、家族だとかのね、人に何て言われるかっていうのが心配で頼めないっていう人とかね、頼みたいけどちょっと頼めないっていう人とかもいた。でも私はね、そこからお
お金は確かに減っていってたけれど、掃除した後の綺麗になった空間以上のものを手に入れてたんですよね。だから私にとっては、ではあったけれども、入りの方が大きかった。だから、いろいろな人に、女性としてダメだみたいなね、まあまあなんか烙印を押されていたけれど、全然気にしなかったんですよ。で、今、結婚して今、バンコクに住んでいて、日々ね、気になったところとかは、ちょこちょこ掃除したりするけど、でも、今、メイドさんにね、定期的に来てもらってお掃除してもらってるんですよ。で、周りの、お家とか見てるとね、メイドさんに来てもらってお掃除しているうちもいっぱいあるので、私はそこのところね、やましさも一切、もともとなかったんだけど、ますますやましさもなくなってきてる。そう、なんなら、ちょっとぐらい汚れてるところが家の中で見つかっても、次メイドさんが来てくれるところまでどうにか持ちこたえられないかっていうふうに考えるぐらいです。で、例えばね、私は今ここのところではお掃除の話だけしてるんだけれども、そういうふうにね、もしお金を払って出るものがあっても、その出たもの以上の満足感、納得感、幸せが自分で得られるんだったら、それは周りの人に何を思われても、何て言われても、一切気にすることはないんじゃないって思うんですね。バンコクだとね、やっぱりメイドさんいていいよねって言われるけれど、私は日本にいた時からお手伝いさんだとか、業者さんだとか頼んで掃除していた。定期的にね。それはすごく責められたけれども、私はね、綺麗になったお家を手に入れてた。それと、私がプロじゃなくって素人目線で掃除をするよりも、ずっと効率的にずっと綺麗にやってくれてるわけだから、私の労力と時間も浮いていたんですよ。でね、もっと言うとね、そこでお手伝いさんだとかその業者さんが家の中を掃除してくれてる時に、私は横で愛犬と戯れたり、本を読んだり、何か自分の好きなことをできてたんですよね。それは私にとっては幸せだった。掃除をして家を自分で保つよりも、人に掃除をしてもらって、自分の好きなこと、楽しいなって純粋に思うことをやる時間を増やした方が、私にとっては幸せだった。だからね、これ見てくれてる人、今のところ、日本からこのチャンネル見てくれてる方の方が多いらしい。ってことが分かってるんだけど、やっぱりね、声を大にして言いたいのは、自分が幸せになるために、ちょっとのお金、家計を圧迫するようなレベルっていうのはやっぱり良くないと思うけれども、ちょっとのお金、もし払えるお金があって、それを払うことで自分の幸福度が上がるんだったら、より自分にしかできない自分を幸せにすることができるんだったら活動としてやってみればいいんじゃないかと思う。誰かに相談する必要はないし、例えば私だったらインターネットで業者を探していろんなところを試してました。で、家政婦さん、お手伝いさんを派遣してくれている会社一つと、あと業者さんね、プロのクリーニングの業者っていうのがあって、その二つをね、使い分けてたんですけども、その時によってね、汚れ具合っていうのかな、その定期的にね、いつもはこっちに来てもらってるけど、まあ、何ヶ月に一回はこっちだよね、みたいなね。そのね、やっぱり思うのがね、全部自分でやろうとする人って多いし、それがやろうと思えばできてしまうのが人間だし、私たちだと思うんですよね。効率をどんどん上げていけばできることは増えるし、でも、効率をどんどん上げるだけが
脳ではないな、知恵ではないなと思います。やっぱり多少自分で失うものがあってもお金っていうね、もしそれの出よりも入りの方が大きいように自分で転換できるんだったら、やっぱりね、できるだけお金を大切に使おうだとか、自分でできるものはできるだけ自分でやろうっていう気持ちもいいけれども、なんかね、そこのところをね、こだわらない方がいい。うん。特に、いっぱい一人の人にも責任があるじゃないですか。本当にね、一昔も二昔もなんかずっと何十年前だったらね、お父さんは外に仕事に行きましたと。お母さんは子供を育てながら、そこの家の中、あるいは家の外のね、ちょっとした畑だとかね、そういう仕事に従事しますと。で、そこのお家にいるおじいちゃんおばあちゃんは、お母さんが畑仕事をしている間、子供のお世話をしますだとかね、明確に責任っていうのが分かれていた時代っていうのもあると思うんですよ。でもね、今はね、やっぱ時代が違うと思う。男性も女性も仕事をしてる人はいっぱいいるし、当たり前みたいにね。で、仕事をしていながら、家庭の運営、結婚していて、家庭の運営にも関わらなければいけなかったり、子供もいたり、ペットもいたり、しかも家まであって、車まであってとかっていうとね、結局、一人の人なのにお金を稼ぐ、その責任もあって、会社の中での人材としてその人も何らかの役割を持って周りの人に奉仕しなければいけないし、家庭人としても奉仕しなければいけない。で、一人の人間としても成長し続ける責任を感じている人はやっぱり勉強したかったり、そのね、一人の人が持つ責任が現代はどんどん大きくなってると思うんですよね。だから、もしお金で解決できる幸せがあるんだったら、積極的に利用すればいいと思う。お金を払って解決できないことはもちろんあるけれども、お金で解決できることって思いのほか大きくて、結局ね、言い方は良くないかもしれないけれども、どの時代にもどの世界にもお金で動く人っていうのはいるわけですよね。自分の時間と労力を切り売りしている人たちっていうのはいるわけ。で、もし少しでもゆとりがある経済状況なのであれば、そういう人たちにお金を払って自分にとって自分の持っている責任の中でね、いくつもある責任の中で優先順位の高いものをきちんと優先するっていう風にしていいと思う。その方がいくつも優先順位あって、それをね、均一にね、薄く広く頑張るよりも、いくつもある優先順位の中で自分にとってはこれがトップ1、2なんだ、あるいは1、2、3なんだって決めたところだけをね、特に強い意志で伸ばしていけば、自分にとってより多くの喜び、幸せをもたらしてくれるし、きっと家庭、会社、社会にとってもっといいものをもたらせると思うんですよね。だから、お金で買える幸せは恥じらいもなく積極的に利用してほしいという声かけでした。私ね、20代とか30代とか若い頃からお手伝いさんっていうか、家政婦っていうのかな、日本ではね、家政婦のその派遣する協会とかあるから、そういうところにね、仕事をお願いしたりしてて、
体動くくせにだらしないって言われてきてたけど、それをね、私は一度も悪いことをしてると思ってなかったし、いろいろなことを思われて、言われて、嫌な思いすることもあったけど、でもね、結果として私はそれで良かった。本来自分の優先順位が自分の人生の中で高いなっていうところをね、突き詰められたから。それで、もう一つのね、ずっと家政婦さんにお掃除お願いしてきたり、今もメイドさんにお掃除お願いしている私としてのね、アドバイスね。もし、誰かがやってくれてる掃除だとかね、誰かが請け負ってくれてる仕事が気に入らなかったら、きちんと言った方がいい。はい。ということでした。お金で買える幸せは積極的に買おう。体が動くくせにとか、だらしないとか、自分でできるものをお金で解決なんて嫌なこと言われる時あるかもしれないけど、そういうことをね、言う人は、あなたと価値観が違うんだから、あなたはどんどん自分で価値があると思ったものにお金を出して買っていけばいい。これね、対等な価値の交換をしているわけ。だから、掃除にお金を出しているのと、毎月雑誌購読したりとか、毎月お菓子を買って、ちょっとお菓子食べ過ぎちゃったって言ってる人と全く同じです。全く同じ。掃除って自分にとっての住環境を整えることだから、なんならちょっとお菓子食べ過ぎちゃったって言って健康を損ねるよりもずっといい買い物してる。家政婦さんだとか、お手伝いさんだとか、そのシッターさんとかね、何でもお金を払って自分でもできるのに人にやらせてるなんて言われて嫌な思いしてもしょうがない。そこは堂々と、正々堂々とね、自分は対等な価値でお金とサービスを交換してる。他の人が何かを買ってるのと全く同じ経済行為だというふうに開き直って、お金で解決できる幸せはどんどん買っていきましょう。ということでした。じゃあねー。